USB 接続で CD、DVD が視聴できるだけではなく AI ボックス機能もついている。ここには絶対に置かないでください。最近の車って DVD 見れないよね。見れます。AI ボックスにもなるんだって。いやー、皆さんこんにちは、七草です。視聴者の方からこんなコメントをいただきました。これは AI ボックスをレビューした時のコメントだったんですが、読みます。少し気になって質問なのですが、 USB 端子のところへ DVD プレイヤーを接続した場合って再生できるのでしょうか？はい、こちら USB-A ポートがついた AI ボックス、AI ボックスの時のコメントです。これね、この後試しますって言ってその後返してませんでした。結果なんですが、パッと試した感じでは見れませんでした。なので再生できなかったということになります。もしかしたら再生方法あるのかもしれませんが、通常は DVD プレイヤーは再生できなさそうでした。でね、この DVD プレイヤーを使いたいという方が結構ねいらっしゃるんですよ。そこで今回はこちら、そういう声に応えるかのようにマックスウィンさんから AI ボックスと DVD プレイヤーが一緒になった製品がありますよということで、こちらの製品を送付いただいたので、どんな感じか正直レビューしていきたいと思います。改めまして、マックスウィンの CD/DVD ドライブ一体型 AI ボックス DA-DVD02 という製品です。これ一つ前の製品が01、2024年5月に新発売したのが02です。見た目がとても似ていますので注意してください。今回は02ですからね。早速開封していきます。まず注意書きの紙が入っていました。ここにはインターネットに接続して Google プレイを最初に使った時に Google プレイが最新版まで自動更新されます。なのでその更新が終わるまで何も操作しないでそのままお待ちくださいということが書いてありました。はい、開封しながら DA-DVD02 って何ができるのってことを説明していきます。まずこの製品がどういうものなのかというと、 DVD/CD プレイヤーと AI ボックスが一体型となった製品です。そして当然ですが DVD/CD を再生できます。この製品自体が DVD/CD ドライブとなっていますので、直接 DVD や CD を入れてナビ画面で再生することができます。この再生に関してはもちろん Wi-Fi 環境がなくても使用可能です。ちなみにこちらマックスウィンさんのホームページに載っていたんですが、米印のところですね、市販の DVD/CD に対応してますと。だけどご家庭で焼き回ししたディスクには対応しない場合がありますと書いてあります。って思いませんでしたか？焼き増しするための空の DVD や CD、 これも市販の DVD や CD ですよね。ねえねえ、市販で売ってる DVD 買ってきてって言われたら、焼き増しや書き込みをするための DVD を買ってくる人もいると思います。この文を読んだ限りでは少し疑問が浮かぶと思う方もいると思いましたので、おそらくこういうことだと思います。これ少し分かりづらいんですが、ここでいう市販の DVD/CD とは、おそらく映画とかミュージシャンのライブ DVD とか DVD や CD にすでに映像や音楽が入っていて、それが商品として売られているもののことをおそらくここでは市販の DVD/CD と呼んでいて、 DVD-R とか CD-R とかにご家庭で焼き増ししたディスクは見れない場合がありますよとのことだと思います。違ってましたらすみません。次ですが、 USB メモリや外付けハードディスクドライブ等の動画や音楽を再生することができます。これ Wi-Fi 使わないからいいね。次オプションとなりますが、 HDMI アダプターを購入すればリアモニターにも映せます。次 AI ボックス側の機能として好きなアプリをインストールできます。ただし注意点があります。これは後ほど説明します。そしてワイヤレスカープレイとワイヤレス Android オートが使えるようになります。そしてこれらのことは全て走行中に使用可能ということです。次、大事な使用できる前提条件を見ていきましょう。はい、この製品が使える前提条件ですが、2016年以降の車両で純正ナビまたはディスプレイオーディオが有線でのカープレイに対応している車種。もう一度言います。有線でのカープレイに対応している車種で使用することができます。あとタッチパネル操作可能の車種ですね。その中でも一部の車種では使えないという情報もありますので、ご自身の車が前提条件に当てはまるかをよくご確認の上、購入の検討をしてみてください。はい、同梱品はこれで全てです。それでは一つずつ見ていきましょう。
こちらが本体です。 DVD ドライブ一体型ということで CD、DVD が入るので通常の AI ボックスに比べたらでかいサイズです。基本は CD、DVD プレイヤーでそれに AI ボックスの機能がついていると思った方がいいですね。手前側面に MaxWin のロゴがあります。物理ボタンはこの一つだけ。これがイジェクトボタンですね。入れたディスクを取り出すボタンです。両脇の穴はステータスランプです。そしてここに USB-A ポートがあります。 USB メモリーなどを接続して保存している動画や音楽を視聴できます。 DVD の挿入口は押したらトレイがガーって出てくるタイプではなく直接 DVD をガッて入れるタイプです。側面にはポート類は何もなく側面の後ろ側には電源の USB-C ポートがあります。ここは製造番号が書いてあるのでシールを貼って隠してます。で本体の底地面につく側ですね、4箇所に丸い滑り止めが貼ってあります。厚さはこれぐらい、結構薄いです。なのでポートは背面にある電源の USB-C と前面の USB-A ポート、この2ポートだけです。次、説明書です。厚さはこれぐらい。日本のメーカーなのでもちろん日本語で書かれていてカラー印刷されています。でここ注意してください。ここには有線接続可能な Apple CarPlay、Android Auto に対応のディスプレイオーディオおよびカーナビゲーションであることと書いてあります。ここを見るとさ、有線の Android Auto に対応しているナビだったら使えますよっていう風に見えますよね。ここも非常に分かりにくい表記で公式サイトの一部にはこのように書いてあるんですよ。本製品は有線カープレイに対応、タッチパネル操作可能の車種のみでご利用いただけます。つまり有線 Android Auto のみに対応している車種は使えないということなんですよ。けどこの説明書の丸1を見ると有線接続可能な Apple CarPlay、有線接続可能な Android Auto、どちらかが対応しているナビであれば使えますと見えました。視聴者目線でレビューしていますが、ここは有線 Android Auto のみの対応車でも使えるという表記に見えましたね。特にスバル車をお持ちで AI ボックスを考えている方は無線カープレイには対応しているけども有線カープレイには対応しておらず有線 Android Auto なら対応しているよという方、ここの条件をかなり気にされると思います。注意書きとしてこの米のところに Android Auto のみに対応したディスプレイオーディオは接続できませんと書いてあるんですが、もうどっちだよって思いますよね。正解はこの丸1に書いてあることは有線での Apple CarPlay、有線での Android Auto 両方使えるナビだったら使えますよっていうことなんですよ。これ2つ書いてあるのは両方という意味です。 Apple CarPlay と Android Auto 両方対応しているナビだったら使えますということが書いてあります。実際は有線 CarPlay に対応していれば使えます。もうここの表記も有線 CarPlay に対応とだけ書いておけばいいと思います。ちなみに説明書だけじゃなくて公式ページでも全く同じことが書いてあるので勘違いしないようにご注意ください。ご不明な点は購入前にコメント欄かメーカーに問い合わせをお願いします。次、ケーブルです。 USB-C to USB-A のケーブルが1本 1m ぐらいです。本体側の USB-C が L 字になっています。ケーブルがもう1本 USB-C to USB-C でこれも 1m ぐらいで本体側が L 字になっています。あとは固定するための片側が両面テープで片側がマジックテープになっているものが2枚2セット入っていました。どこかに固定したい方はこのように貼ってマジックテープとして使えます。本体の同梱品はこれで全てです。ここからはオプション品です。別途購入が必要となります。まずはこちら二股ケーブルなんですが、本体と車をつなぐ USB ケーブルが1本だけで起動できる車と1本だけじゃ起動できない車があります。これは試してみないと何とも言えないんですが、先に言っておきますと七草のアウトランダーではこれは必須になります。他の AI ボックスでは基本的に USB ケーブル1本で起動できたんですが、この製品では1本では電力が足りないみたいで、もう1ポートから電力を補うためにこのケーブルが必要となります。 USB-A から C に変換するアダプターも入っています。次がこちら USB-A ポートを増設するハブと鉱石モニターにも映せるよう USB-A から HDMI に変換するアダプターです。こちらは USB-A のハブでケーブル先は USB-A、 そして4つの USB-A ポートがついています。ポートの一つ一つにオフオンできるボタンがついています。本体の手前側面には USB-A ポートが1ポートしかないので、これを接続することで4ポートを使うことができます。USB ハブともう一つ一緒に入っているのがこちらの HDMI 変換
換アダプターです。 USB-A から HDMI の出力に変換します。こちらも手前側面の USB-A ポートにつないで、あとは HDMI ケーブルをつなげば高積モニターに映すことができます。ちなみに先ほどのハブを使ってハブのポート側に接続してみましたが、この場合は HDMI アダプターの幅が少しあるので隣のポートに干渉してしまいます。この場合は残り2ポートしか使えなさそうでした。以上オプション品の紹介でした。それでは車内で使っていきましょう。はい、車内にやってまいりました。早速 DVD が見れる AI ボックス接続していきましょう。背面の USB-C ポートに電源ケーブルの L 字側を接続します。このように見ると刺さっていないように見えますが、これで刺さっています。 L 字もぴったり。あとは車側の USB ポートにつなぐだけなんですが、その前に今回の製品は結構大きいサイズなので、どこに置いて使うかを考えています。アウトランダーではこの辺りに置くとこのようにね、はみ出てしまいます。このぐらいのサイズです。 AI ボックスのようには簡単には置けないですね。どこに置こうかな。とりあえずここに斜めに置きましたが、これがね後で悲惨なことになります。あとはナビ裏に両面テープで固定するとかね、それかもうここに堂々と置いちゃうとかね、あとは足元の側面に貼り付けちゃうとか、公式ページに座席の下もいいとか書いてあったんですが、 DVD プレイヤーとして使うには座席の下はちょっとないですよね。ひとまず一旦ここに置いて試していきたいと思います。車の USB-C ポートにケーブルをつなぎました。ここのランプが光ったり消えたり、なんか音がカチカチ鳴ってます。しばらく経ちましたが画面には何も映らないですね。製品のランプ状態も光ったり消えたり音もカチカチ鳴っていて起動してきません。機器本体はこんな状態です。なんとなく目星はつきます。このような現象になった場合はおそらく電力不足です。1本のケーブルでは起動できなかったので、先ほどのオプションであった二股ケーブルを使って再チャレンジしてみます。こちらです。型名は DA-OP2 ってやつ。ここに書いてある図の通りにつなぎます。本体からのケーブルを二股ケーブルにつないで、二股ケーブルの両端を両方とも車に接続します。ケーブル1本だけじゃ起動できない場合はこのような手順でつないでください。 USB-C に変換するアダプターもついていますので、アウトランダーの場合はこのように接続できます。この場合通信ポートに加えてもう1ポート給電を追加します。この製品をアウトランダーで使う場合には二股ケーブル必須です。1本でも起動できたタイミングはあったんですが安定しないですね。とりあえずまたここに置いておきますか。これがいけませんでした。それは一旦置いておいて、接続すると今度はしっかり給電できているみたいでちゃんと起動しましたね。画面には Apple CarPlay を利用しますかと出てきました。起動したら PIX アップデートというものが始まりました。自動的に再起動されるので待ちましょう。画面のキャリブレーションも兼ねてると思います。はい、起動時のランプ状態と画面はこんな感じです。これで完全に起動しました。起動時のホーム画面はこのような感じで、横にも縦にも何もなく、ホーム画面はこの1ページみたいです。右上には日付と時刻が表示されます。これ今狂ってますが、使っているうちに自動同期されます。その下は再生中のものを操作できます。この製品は DVD プレイヤーがメインなので、 DVD どんな感じか見ていきましょう。画面の DVD を押します。今はまだディスクを入れていないので、このようにディスクなしの表示になります。 DVD を入れてみましょう。直接ディスクが吸い込まれます。ディスクが読み込まれて再生できました。このようにナビ画面で DVD を見ることができます。接続状態は車の USB ポートに接続しているだけです。画面をタップすると下の方に操作のボタンが出てきますので、ここから操作ができます。一番右がメニューに戻るボタンですので、ここを押すとメニュー画面に戻ります。このように画面をタッチして操作します。ステアリングのボタンでは次の曲に行ったりする操作はできませんでした。画面を直接タッチして操作します。早送りは2倍、4倍、8倍、16倍、32倍までできます。これは早戻しも同様です。次のチャプターに飛ぶにはその隣の早送りみたいなボタンを押します。これで次のチャプターに飛びます。戻るには逆のボタンを押します。ホーム画面に戻るには左上のボタンで戻ることができます。 DVD が見れるようになってめっちゃ便利ですね。あとね、このように浮遊ボタンがあります。これを押すとこのように3つのアイコンが出てきます。一番右が1つ戻るボタン、真ん中がバックグラウンドで起動しているアプリを表示させるボタン、左の家のマークはホーム画面に戻るボタンです。右上には電源ボタンがあるんですが、これを押すと DVD が終了します。ホーム画面はそのままなので機器自体の電源が切れるわけではないです。この状態からもう一度 DVD を起動すると読み込みに行きます。
はい、DVD を一度終了させましたが、再度起動すると先ほどまで再生されていたところからまた再生されます。この機能はいいですね。今度は CD を再生してみます。なんかこの吸い込まれる感じ好きです。画面は読み込み中になってこんな画面で再生され始めました。 CD を再生するのが久しぶりだったんですが、曲名とかは表示されず、このようにトラックナンバーが表示されます。 CD ってこんな感じだったっけ？音量はステアリングスイッチで操作可能です。曲飛ばしについてもステアリングスイッチで操作可能でした。画面での操作は表示ボタン通りです。一番右が一覧表示なんですが、一覧が表示するんですけども、トラックナンバーだけがずらっと並んでるだけで曲名は分かりません。 CD については自分で焼き増しした CD でも再生可能です。で、先ほどの置き場所なんですが、ここに設置するとこのようにシフト操作の妨げになります。なのでこの場所には絶対に置かないでください。もう一つ理由があって、この状態でシフトレバーを操作して本体を押し出していたことと、製品本体の自重もあって、この場合ですが、これね、右側の二股ケーブルのコネクターが曲がってしまったんですよ。こっちに対して右側ちょっと垂れ下がってますよね。写真出しておきますが、二股ケーブル、車に刺さっている側ですねのケーブル側のコネクターが曲がってしまったっていう感じです。結果的に二股ケーブルが壊れてしまいました。 Oh my god。七草はたまたま他の二股ケーブルがあったので、そちらを使って引き続きレビューすることができたんですが、危うくレビューできなくなるところでした。アウトランダーの場合ここに置きたくなりますが、この2つの理由からここには絶対置かない方がいいです。はい、それでは AI ボックス側を見ていきましょう。画面左上に家のマークがありますが、これがホーム画面に戻るボタンです。あとうっすらこのような浮遊ボタンがあります。これは好きな位置に動かせて、これをタップすると左からホームボタン、真ん中がバックグラウンドで起動しているアプリを表示させるボタン、右が戻るボタンです。左上から音楽とビデオは USB メモリに入れておいた音楽や動画を再生できます。 DVD については先ほど説明した通りです。オートリンクはワイヤレスカープレーとワイヤレス Android オートが使えます。Bluetooth はBluetooth の設定。画面はこんな感じです。次、プレイストアがあるので好きなアプリをインストールすることができます。この車のマークは純正ナビに切り替えるボタンです。純正ナビから AI ボックスに戻るにはカープレイのボタンを押します。その隣は設定です。AI ボックス側の設定画面です。はい、今度は右上に行きまして、ここにも戻るボタンがあります。その隣はバックグラウンドで起動しているアプリを表示します。終了させたいアプリをバッテンから終了させることもできますし、右上のすべて消去からいっぺんに終了させることもできます。その下の日付と時刻を押すと、それに関係する設定画面が開きます。しばらく使っていたら本日の日付に勝手に合いました。日付の隣の歯車マークからも設定画面に飛べます。その下は再生中の情報を表示します。この下は最近使用していたアプリの履歴が表示されます。で、一番右のこの四角、これを押すとアプリ一覧が表示されます。ではまずインターネットに接続していきましょう。設定からネットワークとインターネットをタップ。現在 Wi-Fi はオンになっていますが接続されておりませんと出ていますので、そこをタップしてご自身の電波を探します。七草は社内 Wi-Fi を契約していますので、社内 Wi-Fi に接続します。パスワードを入れたらインターネットに接続できました。ここに扇形の Wi-Fi マークが現れました。今回この製品には SIM カードスロットがありませんので、インターネットへの接続方法はスマホからのテザリングかポケット Wi-Fi または七草と同じような社内 Wi-Fi で接続してください。 SIM カードでの通信はできません。気になるスペックですが Android のバージョンは13でした。 AI ボックスの中では新しいですね。そしてここ RAM と ROM ですね。メモリとストレージで言うとメモリが 2GB でストレージが 32GB です。AI ボックスの中では低スペックです。違う画面から見てみましょう。ストレージが 32GB でそのうち最初から 6.33GB 使っています。メモリも見てみるとやはり 2GB ですね。なので AI ボックス自体としてはあまりサクサクとした動きとかを期待しない方がいいです。はい、Google プレイストアから一通りよく使うアプリをインストールしました。最初に Google マップを見てみます。表示されるまでだいぶ動きがカクカクしていますね。表示されるまで待ちました。操作感見てみますが指動かしてから遅れてついてきますね。これはちょっと地図アプリとして使えないですね。というのもこの製品には GPS がついていないんです。初期設定でも地図アプリは入っておらず、製品の説明を見ても動画や音楽アプリを使えることを主張していて、地図アプリのことは一切出てきません。
なので地図アプリを使いたい方はこの製品でワイヤレスカープレイとワイヤレス Android Auto は使えますので、そちらで使ってくださいという感じですね。一応検証で走ってみましたが、ルート検索もできてなんとなくの位置はわかるんですが、走っていても位置情報が止まっていたり、車は止まっているのに位置情報が動き出しているとか、そのようにね情報が遅れているのでルートを的確に把握することができません。なんとなくはわかります。なので地図アプリとしては×ということになります。次 YouTube 見てみましょう。起動までノーカットです。とこれぐらい時間がかかります。まあ少し触った感じでは起動さえしてしまえば普通に YouTube とかは見れますね。このような動きに関しては特に問題はありませんでした。一つ再生してみましょう。YouTube の再生は特に問題ないですね。普通に見ることができます。動画を見る、音楽を聴くぐらいであれば問題なさそうです。このような早送りをしても特に問題ないですね。それとね、この AI ボックス2画面分割ができます。右上のバックグラウンドで起動しているアプリを表示させて、例えばこれ YouTube を長押しします。そうすると左側に分割画面を使用するにはここにドラッグしますと出てきますので、こんな感じで左に持っていって離します。そうすると2画面分割ができます。ちょっと動きが遅いのは RAM が2ギガなんでね。ただこのような動きになるのは仕方がないことです。地図アプリと2画面分割しましたが、この製品の場合は地図アプリは当てにならないですからね。続いてプライムビデオを見てみましょう。こちらも起動まで長かったのでカットしますが11秒ぐらいかかりました。はい、起動しました。操作感ですが、プライムビデオは指の動きから遅れて反応しますね。スクロールがね。これだとタッチパネル操作だと5タッチにつながっちゃうんで不満と感じる人は多いかもしれません。RAM が2ギガと低スペックなのでこういうものだと思えば割り切って使えますし、多少動きが遅くても問題ないよって方は普通に使えます。一つ見てみましょう。ここは下にスクロールしなくてもここに再生ボタンありますね。このようにプライムビデオも車内で見ることができます。このような AI ボックスで使える YouTube やプライムビデオ、これは同乗者やお子様が喜ぶと思います。ワイヤレスカープレイを見ていきます。このオートリンクを開いて iPhone で試すので iPhone の Wi-Fi と Bluetooth をオンにします。 Bluetooth の一番下にある BT なんちゃらってものを選択します。そうするとペアリングの画面になりますのでペアリングを押します。同期する場合は許可。 iPhone にこのような画面が表示されたらカープレイを使うを押します。そしてこのまま待っているとこのようにワイヤレスカープレイが使えます。同様にワイヤレス Android Auto も使えますので今まで有線だったものをワイヤレス化できます。カープレイでの地図アプリであればスマホ側の位置情報を使えますので問題なく使えます。あとはね、前面の USB-A ポートにこのような外付けハードディスクや USB メモリを使えばその中に保存していた音楽や動画をインターネット接続なしでナビ画面で視聴することができます。あとはオプション品で説明した HDMI アダプターですね。これを使えば高積モニターに映し出すこともできます。もう一つは USB ハブ。ポートごとのスイッチには LED ランプがついています。USB ポートを拡張することができます。あとはインストールしたアプリはホーム画面の好きな位置に配置することができます。購入前の注意点を振り返っていきます。まず対応していない車では使えないということです。有線でのカープレイが対応している車の方のみご購入の検討をしてください。次にご家庭で焼き増しした DVD は見れない可能性があるということです。これは公式のホームページにも載っていますので一部の DVD は見れないということになります。次 DVD プレイヤーがメインでそれに AI ボックスの機能が加わった製品だと思ってください。というのもハイスペックな AI ボックスではありません。 SIM カードスロットがないので SIM カードでの通信はできませんし GPS が搭載されていないので好きな地図アプリをインストールできても正確な位置情報がつかめません。大体の位置は把握してくれます。この製品で使う AI ボックスの機能は動画や音楽アプリがメインだと思います。
はい、この製品の主な使い方は対応している車に USB でつなぐだけで走行中でも好きな CD、DVD を視聴できるというアイテムです。今まで DVD を見たくても最近の車は DVD プレイヤーがついていなかったりキャンセラーがないと走行中には見れないという場合があります。この製品は有線カープレイ経由で起動しますのでキャンセラーが不要で走行中も見ることができます。そこに低スペックではありますが AI ボックスの機能が加わって YouTube や Netflix、プライムビデオが見れるという製品です。こういう製品が欲しかったという方は概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。このチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーがアウトランダーに関する情報や車で使える便利なアイテムを自由気ままにレビューしています。よろしければこの動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。もうすぐマイナーチェンジ後のアウトランダーが日本でも発売されますね。いやー楽しみだ。それじゃあ今日はこの辺で See you again!